店の名前はサニーコーヒー&ロースターです。はい。サニーは自分が飼ってるゴールデンリトリバーの犬の名前から来てるっていうなんかありがちなんですけど意外にそれが気に入ってたんでつけてみました。そうですね、長野県の原村の本当に原村のペンションビレッジがすぐそばにあるんですけど、それの少し下がったところにあって、ここだけすごく唯一この森のようなものが残っていた場所なんですごくいいなと思ってこの場所を選んだんですけど、自然の中でコーヒーを入れたいっていう、自分が気持ちいいことをみんなにもなんか気持ちいいと思ってもらいたいなっていうのがすごくありましたね。お待たせしました。コロンビアのミランエイプリルになります。あ、素敵ですね。はい。ここも素敵。もう全部素敵ですね。気持ちいいです。コーヒーも割と自分なりにセレクトした豆が4種類か5種類ぐらいを用意してるんで、それをドリップだったりアイスにもできるし、いろいろできるんで、お客さんと相談しながら今日はどんな感じがいいですかっていう、でこういうものがありますけどこんな風に飲んだらどうですかっていうような相談までできて、なんか提供できるぐらいの余裕があったらいいなっていうふうには思ってます。この間お豆をいただいたんですけど、実は私道具が何もないと。コーヒーを入れる、どうやって入れたらいいのかわからない、いつも美味しいのをいただくばっかりだったのでそれでもいいんですけどね。そうね、なんだけど朝早くとか、自分でコーヒー入れて飲みたいなと思って、今日教えてください。お願いします。先生やはり道具にこだわる方だと思うんで、僕なりにいいものと思って考えた道具が今日のこちらにいます。ドリップコーヒーでまず必要なものは、お豆は当然なんですけど、このグラインダーですね、ハンドグラインダー、お家でやるにはこれぐらいでいいと思うんですけど、コマンダンっていうの、黒がよろしいっていうので黒を選んでみました。これで豆をひきます。そして、ドリッパー、これですね、これに、ビーカーがあってスケールがあって、で、ケトルがあります。で、お湯を沸かして、豆をひいて、ドリッパーを置いて、それにフィルターが必要ですね。コーヒーフィルター、今日は、これはイコールの布製なんですかね。布ですか。紙そうですね。の円錐形のやつを使ってみます。これいいと思うんです。でこのドリッパーは錫でできているんで、これは静岡のコーヒーのショップの方が独自に開発したV58 なんで、要するに V60 っていうのが有名なドリッパーなんですけど、これについてるのがこういうのが V60、これが V60 になるんですが、それをさらに多分角度を変えて、58度にしたというものらしいんです。58って度数のことなんですね。いろんなその抽出の方法があるんですけど、いろいろこだわってるのでちょっと面白いので、先生好きそうなんでちょっと錫のを選んでみました。かっこいいですね。でまずはそしたら、まずお湯を沸かすんですが、だいたい沸騰はさせずに90度から88度から92度ぐらいの間で好きな温度を選んでいただいていいんですけど、今日は90度でやってみます。間を取ってっていう感じ。そうですね。で、まずはフィルター、これフィルター押さえなんですけど、こ
これで押さえていただいて、なるべくドリッパーとフィルターが密着している状態がいいんで、ちょっとこれで押さえます。でリンスをしていただきたいんで、まず軽くリンスをします。まあでもこれ紙じゃないんで多分ほとんどしなくてもいいと思うんですが、でやっときます。そして、豆を引きます。これは入れたままでいいんですか？後で捨てます。はい。と豆をこれはここが外れるんで、パカッとこの中に豆を投入して、それでこれでグラインドします。はい。でここに受けなんで、受けはこういうふうにスクリューで開くんで、で大事なのはここについている要するに刃の細かさを決めるところなんで、でこう動くんです。でゼロにした段階が回らなくなるまでやるのが一番細かいっていうか、出ない状態で、右回しですね。でそれから何クリックかっていうので、粗さを決めていくんですけど、大概皆さんこれだいたい24から28ぐらいのクリック数でやると、浅煎りのコーヒーのちょうどいい中粗挽きぐらいの中挽きぐらいのものができるんで、今日はそれは真ん中辺っていうことは50ぐらいまであるってことですか？いくつまでいくつですかね、回し切ったことはないので分かんないんですけど、とりあえず大体20から28の間でみんなやってるんで、で今回は28クリックにしてみます。はい。で28でこれでもし出してみて、ちょっと薄いなとか、ちょっとあれだったら少し細かくするとかっていうことで調整します。はい。面倒くさいんでこのまま乗せて、はかりをゼロにしていただいて、今日はコロンビアのアルマナティーボという豆を、これすごい香りもすごいんで、アロマナティーボですね。アロマナティーボっていう制作集団なんですけど、実際農園ではなくて、そのアロマナティーボっていう方々が豆の焙煎っていうか、焙煎というよりは木豆の生産をなんか一手に引き受けて、加工しているという、加工している方の名前。そうですね。なかなか珍しい豆なんで、先生お好きだと思うんですが、ピンクブルボンっていう種類を使ってます。ピンクブルボン。でこれで15グラム。ちょっとですね。これは正確な方がいいんですね。ざっくりで大丈夫です。だいたい15グラム程度。で、お湯がだいたい240cc ぐらい。240cc。いわゆる15対1とか16対1とかっていうのが、その豆の量に対するお湯の量っていうのでなっている。250cc に対して約 15g のがなんかいいかなっていう、それも好みなんで、もうちょっと薄くしても濃くしても構わないんですが、一旦それを基準として入れていただくといいと思います。で簡単に 15g で 240cc みたいなふうに覚えてられると、大体そうですね、2杯分ぐらいは取れると思うんですが、でやっていただいて、でこれでグラインド、これをぐる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 回します。結構重量あるんですね。結構重いですよ。ちょっと硬いですけどね。なんかすり鉢用の時を思い出します。そうですね。ちょっと浅煎りの豆なんでちょっと硬いんで、で15グラムですね。ちょっとやりましょうか。これが結構大変なんで、こういう感じでやっていただくと。先生こうやって抱えるのが癖ですよね。そうじゃなくてこれぐらい置いてもできるから。そうですね。ちょっとこれが大変なんですけど、
まあハンドグラインダーでは今多分これがコマンダンテが一番やっぱり、いやでもすごいいい運動です。そうですここ。ね。それでこれでこんな感じでつけてるんで、これをこれを入れていただいて、シャシャと、はい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 、ね、上がまっすぐにならなくなった方がいいんですよね。はい、でドリッパーを取っていただいて、こういうふうにトントンと、はいはい、トントンとやると水平になるので、なるべく水平な形にしていただいて、はい、でスケールを一旦ゼロにします。はい、これでゼロになりました。でお湯が今90度で沸いていますので、これを入れていただくんですけど、250っていうのはここは250を目指せばいい。こっちがそうですね、グラムでこっちが秒数なんで、団体いや難しいね。面倒くさいんですけど、まあ一旦覚えていただければ簡単だと思うんですが、今 15g で 240cc のお湯を入れるということで、まず最初に蒸らしを粉を蒸らします。だいたいその 40cc から 50cc ぐらいで1回30秒ぐらいを蒸らします。はい。はい。じゃあお湯が90度で沸いています。で今 15g の粉を入れました。でだいたいそうですね、2分ちょっとぐらいで240cc のお湯が落ちきるぐらいの形を、はい、240cc、240g なんですけど、それぐらい落ちる感じで入れるとちょうどいいっていう風になってます。はい。はい。なんでまずは最初に蒸らしを少しやらなきゃいけないんで、まあスタートしてだいたい30から40まんべんなくで、まあちょっといっちゃいますけど、これで30秒ぐらいしっかりその粉にお湯が染み込むような時間をちょっと待ちます。一応30から 40cc そうですね。はい、今ちょっと過ぎちゃって、まあそこら辺は適当に大丈夫です。だいたい少ないお湯で1回30秒ぐらいやったら2投目、はい、これでまた同じ、回しながらかけてだいたい同じ190から 100cc ぐらいまで入れます。でこれをまた30秒ごとにどんどん継ぎ足していくっていう形、まあいろんなスタイルがあるんですけど、何投で入れるかっていうのはいろいろ、僕5投になっちゃうんですけど、3投目まただいたい150ぐらいまで入れます。で止めます。でなんか割とパーッと落ちてってポタポタポタっていう風になってきたら次の入れるぐらいでも秒数関係なくだいたいそれぐらいでいけるんで、で最後の方に来たらほぼ真ん中だけで量の調整をします。回さないで。だいぶ抜けが早くなってくる。まあこれで最後40ぐらいを目指して、はい、これで OK です。そうすると大体2分から2分15秒ぐらいで豆が落ちきるんで、落ちきったら OK です。もう多分落ちてるんで、これを別の移していただいて、で一回軽く回していただいて、ちょっと熱いんで気をつけてください。これで今入れたものがこうなります。まあ2杯分ぐらい取れちゃうんですよね。そうですね。はい、でちょっと試していただいて、どうでしょう。
美味しいですね。なんか目がバッチリするね、これ飲んだらね。ちょっと濃いですかね。いや、私は好きですけど、味がしっかり出てますね。美味しい。ちょっと酸味も。はい。かなり複雑な味なんですよ。アルマナティボ、はい。マンゴーとかバナナとか、まあ白桃とか。何の味、香りかって言われてもちょっとよくわからないけどね。そうですね。すごいコンプレックスな感じになってて、それがすごい面白いんですけど。なんか複雑な香りと、パッションフルーツのような、そう言われてみるとそういう風になる。はい、ちょっとバナナのような甘みもあるしっていう、すごい面白いですよね。かなりユニークな豆だと思うんで、いつも先生に飲んでおられるミラノのやつはもっとこう分かりやすいですよね。そうですね。バーンとしてて、っていうのがあるんで。一回飲んだら忘れられないですよね。そう言っていただける人も結構多いんで、なかなかでも美味しいですね。アフターがちょっとこうなんか本当にフルーティーな。いつ飲んでもいい感じですね。なんか美味しいですね。甘みもある。朝でもいいし、ちょっと午後でもいいしね。でこれでちょっと濃いなと思ったら少し引き目を粗くするっていうこともできて、そうやって調節するんですね。割と早口するみたいなこともできるんで、でもうちょっと物足んなかったら引き目を細かくするとか、どれでやっていくかでいろいろ変わっていく。水を変えるってこともできるし、引き目を変えるっていうのもできるし、お湯の温度を変えるってこともできるんで、それはなんか本当にどう選ぶかは自分次第っていうところなんですけど、どれが一番美味しいかっていうのは自分の中での感覚でしかないんで、それで美味しいなと思うところをレシピにしていくっていうのが、そこをこうなんかこうあやおりみたいにこうね、どこの筋を通っていくかって、あと豆の状態でも全然違うんで、それはお紅茶とも一緒だと思うんですけど、いろいろあると思うんで、ただこの入れ方でも全然変わってくるっていうのがドリップの面白さなんですけど、なんで先生もゆっくり楽しんでいただければいいなと思ってるんですけど、これ朝ぼーっとしてたら間違えるパッと目を覚まさないと、でも本当にざっくり入れても美味しいんで、それは丁寧に入れるか入れないかっていうのもいろいろ好みがあると思うんですけど、一度ゆっくり入れてみたら美味しかった、ざっと入れたらちょっと味が変だったとかっていうので経験していくしかないんですが、そうですね、経験してみます。ぜひ楽しんでいただければと、いつでも言っていただければ相談乗りますので、一応今日のまた一から教えてって忘れましたなんて言いそうな気もしますけれども、レシピ今度書いて送りますので、ありがとうございます。それでやっていただければいいと思います。どうもありがとうございました。これからもガーッと緑が濃くなっていく時期で、割と秋が来るのもここは早いんで、だいたい本当に夏終わりかけてからもうバンバン葉っぱが落ちてきて紅葉してっていう、で冬になったらちょっと雪が降って白くなってっていう、四季本当にこの建物を計画してから2年近く通ってるんですけど、やっぱり毎月毎週どんどんこう自然が変わっていくっていうのがすごい楽しいですね。なんか葉っぱが落ちた、紅葉した、雪が降ったと思ったら春が芽吹いてっていうのをなんかすごい週単位で変わっていくっていうのは本当すごいな自然っていうふうに思いますね。さっき有本先生がコーヒーを飲んでここで飲んで東京でいただくのとまたちょっと味が違うっておっしゃってたんですか？そうですね。やっぱり一番はここの水を使ってるっていうのが大きいと思うんですが、やっぱり全然自然の中で飲むっていうのはすごく感じ方が違うのかもしれないですね。ところで藤村さんは、コーヒー屋さんが本業ではない？本業はグラフィックデザイナーなんで、雑誌のデザインをしてたりとかもやっていますね。アートディレクションをやっているんで、それもかれこれもう40年近くやってるんですけど、
はい、皆さんのよく知ってるような雑誌をやってたりしてます。はい、でもそれだけではなく自分の好きなですよね。なんかまあいろんな趣味があったんですけど、割とコーヒーがハマって、それをやっぱりいろんな人に提供したいなっていうふうに出して喜ばれるっていうことがすごい自分にとっても嬉しかったんで、それをやってみたいなっていうふうにはちょっと思ってしまってのここなんですけどね。はい、皆さんにぜひ一言何かこうすごい自然が綺麗ないい場所なんでぜひ来てくださいって、その珍しいコーヒーがあって、コーヒーの新しい世界が開けると思うんで、ぜひうちで飲んでいただいて好きになっていただけたら幸いかなっていうふうに思ってます。